やっほいジャパンイモーション始まりました。シュ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 。はい、しかし今日は広島県に来たんですけれども、どこかは聞いてないんですけど、これはどこなんですか？今回はですね、広島市の小井地区というところに来ているんですけども、小井地区、はい。今日はこちらで盆栽を体験していただきます。あ、盆栽ですか？盆栽この間行きましたよね。そうですね。3人で、はい。そう、以前ゆうちゃん、あれちゃん、ゆりちゃんの3人で訪れた盆栽界の巨匠小林邦夫さんが手掛ける春華園盆栽美術館。多くの立派な盆栽や手入れの方法、そしておよそ1億円もの超貴重な盆栽も見せてもらったよね。なんかもう高級感あふれまくってて、すごいなんか日本の美みたいなものをその時は学べたんですけど、なんかちょっと昔からあるとか歴史が長いとか、なんかこう言ったらこうお金持ちさんしかなんか扱えへんような、なんか高級なイメージがめちゃあります。日本の伝統文化盆栽。ゆうちゃんのように古くてとっつきにくいイメージを持っている方も多いのでは？しかし盆栽は今世界共通言語盆栽として大人気。クールでアートなジャパニーズカルチャーとしてファンが増加中なんです。確かにクールでアートって言われてたらそうだ。そんな盆栽は今さらにカジュアルさも加わり、より人々の生活に身近なものへと進化しているんです。ということでやってきたのがこちらの庭吉花園。なんと江戸時代から400年以上続く植木屋さんなんです。すごい植物がたくさん並んでます。こんにちは。こんにちは。こちらは21代目店主の寂能さん。2歳から土いじりを始めたという園芸のスペシャリストなんです。ところでゆうちゃん、植木屋さんってどういうお仕事か知ってる？僕ら植木屋なので、庭を作ったりもしますんで、ここ見える植物全部売り物ですね。地面に植えてあるやつも抜いてくれって言ったら抜いて、庭を作るために持ってきますね。そんなことできるんですか？そうです。このモンカブリの松もうちのモンカブリの松ではなくって、お客さんに言われたらもうここから抜いて持ってきます。はい。初めて知った。なんか植木鉢のものしかダメなのかなって思ってました。はい、植え方であったり育て方であったりっていうのは、こちらの方で説明させてもらって、ただ売って終わりっていうわけじゃなくて、長く付き合ってもらいたいから、こういうふうにした方がいいよ、ああいうふうにした方がいいよっていうふうにお客さんと一緒になってその植物を育てていくっていうのが一番楽しいところでもあると思います。めちゃくちゃいいじゃないですか。知らなかったです、そういうのがあるって。そうですね。はい。植木屋さんについて知った後は本題の盆栽を見せていただくことに。ここら辺はもう80年以上ですね。ここら辺に至っても50年以上はもう経ってますね。すごい。はい。今ちょっと枝ぶりが落ち着いてないやつとかをこちらでちょっと直しをかけてるっていう感じですね。枝ぶりとは？そうですね。例えばこういうのが立ってるんですけども、これをちょっと下げたいなって思ってるのがあったりとか、ここら辺に枝が欲しいな、どこにつけるかなっていうのを考えながらっていう。取り付けるんですか？はい。枝を、今松ってこの茶色になってるところからは枝生えてこないんで、はい、こういう今生きてる枝がありますよね、はい、これをここら辺につけてあげて、ここから枝を作ってあげる。そういうことだったんですね、はい、すごい。松は結構再生が効かない分、接ぎ木とかそういう技術っていうか技法を使って、はい、枝ぶりを直していくっていう作業をします。だからいろんな形があるんですね。そうですね。はい。今日盆栽の体験ができるって聞いてきたんですけど、やります？ちょっと荷が重いです。
これ大丈夫ですか？ちょっと怖いですよ。そうですね、これはちょっと難しいんで、僕が普段やってるいつもワークショップやってるんですけども、僕のやってるワークショップでは一番下の年齢の子は5歳6歳ぐらいの子もできる盆栽っていう体験をしてもらおうかと思ってます。よかった、じゃあお子さんでもできる。はい。着能さんが開くワークショップで体験できるのはミニ盆栽作り。お子さんや幅広い世代の方に体験されている盆栽のカジュアルな楽しみ方です。まずは盆栽にする苗と器をチョイス。定番の松の他に季節を感じられるもみじや香りを楽しめる柚子なども。優柔不断なゆうちゃん、悩みに悩んでどうしても気になったことが。はいはい。でも虫が出にくい。虫が出にくい。虫が出にくいのはやっぱり松です。松にします。やっぱお部屋の中だからちょっと、虫が出にくい方がちょっと嬉しいかな。そうですね。で松だったら今度は黒と赤ってあるんですけども、黒松の方は男松って言ったり温松って言われています。で赤い方はちょっと柔らかかったり幹が赤くなってきたりとかするので面松とか女松って言われています。はい。温松で。はい。じゃあ今回はこの温松でいきましょう。はい、次はこれに合う器を選んでもらいます。器はこの9個あるんですけども、この中から今は選んでもらおうかなと思ってます。お次はまたまた悩みどころの器選び。陶器や漆器などさまざまな器からゆうちゃんが選んだのは、これも軽い。めっちゃ軽い。はい。これにします。はい。早いですね。これにします。今回早かったですね。そうですね。うちのグループの今の新しい石がちょうど同じ色だったんで。ここからようやくミニ盆栽作りスタート。ゆうちゃんうまくできるかな？この細かい根っこを傷つけないように土をちょっとほぐしてあげてください。軽くでいいんで。植物の根っこって大きい根っこよりもちっちゃい根っこが大事なんですよ、実を言うと。あ、これもしかして根っこってことですか？そうですそうです、そういうちっちゃい根っこが大事で、すごい繊細な感じで、そこから水分と養分を主に吸い取ってます。それぐらいで大丈夫です。新しい土を今度は入れていくんですけども、斜めに植えてもいいですし、ちょっと上っぽく植えてもいいし、深く植えてあげてもいい。場所はどこでもいいんで、一番綺麗に見えるところでちょっと入れてみてください。難しい。ちょっと上っぽくてもいいし、奥っぽくてもいいし。前に来てるからちょっと後ろ目にしようかな。そうですね。そういう風にしたら割とここら辺がすっきり見えてくるかもしれない。苗の向きや植える深さを決めたら、根っこと土に隙間ができないように土を足していきます。結構無心になりますよね。はい、カメラ忘れてたもん。今度はこの今見えてる土がありますよね、はい、この3種類を使ってこの土が見えなくなるように装飾をしてもらいます。さまざまな形の形石、ふっくら上品な印象を与える苔、そしてアクセントとなる色のついた砂利を自由に敷き詰めていきます。ここから先僕があんまり言うことってあんまりないので、作ってる人の今の心理状態っていうのを見ながら楽しませてもらってます。恥ずかしいな。しかしですね、はい、こういった体験をやられるようになったきっかけとかってあるんですか？盆栽って敷居が高かったりとか、とっつきづらいなとか、ちょっと敬遠されがちになってきてるんですよね。だから盆栽ってもともとはそういうもんじゃないよっていうのを知ってもらいたいために、ワークショップをやるようになりました。こういうふうにものを作ってる時ってすごく楽しいじゃないですか。自分がかっこいいなとか可愛いなって思うのが正解で、盆栽ってもともとそういう素地があったんだよっていうのを知ってもらいたいのでワークショップをよくやるようになりました。
すごく手作り感があって、しかも部屋の中でインテリアとして、映えるかなと思いますね。可愛いです。めちゃくちゃもう愛着湧きすぎて、自分が素敵だと思うものを作る、盆栽の本来の楽しみ方を知れるこのワークショップ。作る人の心が現れるという盆栽。いつも何を考えているのか番組スタッフもわからないゆうちゃんが生み出した作品とは？できました。タイトルはメロン何にしますか？さん。メロンさん。メロンさん。こちらがゆうちゃん初めての盆栽、その名もメロンさん。名前の由来はこの丸い苔だそうで、やっぱりどっしりと構えてるので、メロンのようなすごい一番メロンが好きなんで、はい、メロンのように丸々とその丸の形をそのまま残したんでメロンちゃんにして、お耳をつけたり。あ、そう言われてみれば顔なんですね。そうです。ちょっとあえて目は作らなかったです。やっぱり目は勝手に見えてくるものなので、もういろんな表情ができるように。いいじゃないですか。はい。いや、かなり、しっかりされている方なんだろうなと思いました。そう、なんかそしてしっかり悩まれてる方なんだろうなっていうのが分かりました。恥ずかしい。僕が思うに、こういう伝統文化っていうのは、うちらの庭の文化っていうのは1300年前ぐらいから庭作りの文化ってあるんですけども、1300年前のものが今現在にやってるんではなくって、その時々に革命だったり革新だったりっていうのがあって、それがまた新たな伝統を作っていくっていうイメージが僕の中にはあるんですよ。今は新しく見えるかもしれないけど、これが日常になってくれたら、これがまた文化として後に紡いでいけると僕は思ってるので、まあ言ったらこれをあと20年30年40年って持つことができるっていうことです。だからこれと一緒に自分も成長していけるっていう。わあ、素敵。松の寿命がだいたい400年500年っていうレベルになってくるので、じゃあ自分の子供だったりとかにこう受け渡していけるっていうこともできるってことですよね。そうです。だから前田さんが名前がすごくでっかくなったら、これは前田優の盆栽だったんだよっていうのが100年後に言われてるかもしれない。メロンちゃん頑張ってすごい、なんか新しい発見になりました。はい。伝統は革命と革新の繰り返し。そんな着能さんは今まさに新しいものを生み出そうとしているんです。実はこの漆器の作家さんっていうのが高山さんっていう方がいるんですけども、その高山さんと新しい試みをしてて、漆白木っていうのを作ってます。漆白木、はい、って何ですか？枯れた盆栽を漆を塗ることによって半永久的に楽しめるっていう盆栽を今作ってます。はい、日本でも僕が知ってる中だったら今まで誰もやってきたことのないところなので、これ革新なんだろうなとか革命だろうなって思ってやってます。着能さんが漆器の作家さんと開発した盆栽の新しい姿、漆白木。気になるその盆栽を特別に見せていただけるということで、漆白木を置いている漆器作家さんのもとへ連れて行っていただきました。この方が着能さんとタッグを組んでいる漆器職人の高山さん。固定観念や先入観にとらわれない自由度の高い作品を多く生み出し、数々の名誉ある賞を受賞。その完成から漆器界をざわつかせる新進気鋭の職人さんなんです。しかしそもそも漆器ってものがちょっと分かってないんですけど、どういったものを漆器って言うんですか？漆器は漆科の木を切った樹液が漆になりまして、その漆を塗ったものを漆器って言うんですよ。で、漆器の特徴としては、艶やかさだったり質感だったりするんで、ぜひよかったらちょっと手に取って見てもらったらなと思ってます。あ、いいですか？はい。割れない？大丈夫です。割れないです。怖い。
軽い。あ、めっちゃ軽い。なんかめっちゃ重たいもの想像してましたけど、なんか掘り投げれそうってごめんなさい、例えが違う。なんかすごい浮かぶ感じです。すごい。そしてついに出白木とご対面です。これですか？そうです、これなんですよ。これですか？そうです、これなんですよ。ご立派。すごい。これが出白木ですね。漆が塗られてるってことですか？そうです。枯れた盆栽をちょっと手入れをさせてもらって、はい。色塗りの方っていうか漆を塗る方を高山さんの方にお渡しして塗ってもらったっていうやつですね。素敵。友達のおじいさんが大切にしてた盆栽で、はい。でその盆栽が枯れてしまって、それをまあ生かしてくれっていうことでやったんですけど、おじい様がすごく大事にしてたのに、お孫さんの時に、枯らしてしまったんで、だからお孫さんがこれどうしようって相談をまず、高山さんを通じて僕の方に相談が来て、その時にもしこれが漆で塗り固められたら半永久的におじいちゃんの思いもお孫さんの思いも閉じ込められるんじゃないかと思って高山さんに相談させてもらって僕も高山さんも初めてやることなのでものすごく不安でどうするみたいなのから始まって、どういうふうにしたらいいかがちょっと難しくて、結構作業取り掛かるまでに時間がかかって。イメージしたものを自分でどう作るかっていうのがやっぱりちゃんとせんにゃいけんっていうの思いがあって、艶のある感じで仕上げたんですけど、艶があるっていうのは生きとるもんはやっぱり艶しいみたいな感じの部分もあって、そういう風に仕上げてみました今回。めちゃくちゃだって力強いですもんね。そうです。なくなっちゃった盆栽だとは思えないぐらいの。こちらは盆栽ではなくて、うちの息子が小学校の帰りに拾ってきたものになるんですけど、初め何なんかなと思ってすごい変わった形。これは木は木ですよね。これ杉の根っこなんですよ。あ、そうなんですか。だからここに見えてる上の部分は根っこの部分です。実際葉っぱがあるのはこの下の部分になって、逆さまになってるってことですか。恐竜みたいだもん、なんか強そうだから人によって本当に見る場所見え方で全然違うんですよ。僕はなんか馬に見えてここが顔でピッピッピッって青いところがたてがみに見えて、確かにいろんな見方があるんだ。そうです。僕はエイリアンにしか見えないんですけど、どれもなんか強そうなイメージですよね。やっぱり根っこっていうだけあるからですかね。漆を塗られたことで再び命が吹き込まれた植物の新しい姿。まるで今にも動き出しそうな躍動感すら感じられるのが出白木の魅力です。さらに今回高山さんが次に制作を始めようとしている新しい出白木になんとゆうちゃんも漆を塗らせていただけることに。結構もうすごい年月の。そうですね、下で見てもらった松よりかなり大きいですもんね。大きいです。僕もびっくりしてます。いいんですか？はい。めちゃくちゃ緊張します。こちらの方に青い漆を準備してます。これちょっとずつ色付けしていくんですけど、ちょっとセンスが問われるんでご指導ください。いやよろしくお願いします。お願いします。こういうところに塗りやすいところでいいんですけど。これ依頼主さんは誰ですか？これは着能さんです。はい、僕です。だからここでじっくり見させてもらってます。一番緊張するやつですね。これどこでもいいんですか？違う、この辺。この辺もちょっとずつ。こっち側にも。塗ってるよ。何層も色を重ねるんで、青塗った後にあとちょっと黒を塗って、でちょっとずつ変化をつけていって、バランスを見ながら塗っていこうとは僕思ってるんですけど、
緊張するけどなんかこの緊張感たまんないですね。筆の毛先がすごい良くないですか？確かにこれ細やか。人毛でできてまして、そうなんですか？はい、人の髪の毛で作ってます。誰の？それはちょっとわかんない。わかんない人毛だけで。着能さんが大事に育てられた木だからな。はい、120年ぐらい。120年か。120年？はい。じゃあ着能さんも受け継がれて、そうですね。めちゃくちゃ大事なやつやん。これでもなんか枝の方はちょっと繊細になるんですね。そう、全然濡れないんですよこれが。本当だ。すごい時間かかるんですよ。本当だ。めちゃくちゃ怖いです。ポキっていっちゃいそうで。怖っ。これ難しいんです。すごい時間。本当ですね。めちゃくちゃ楽しいけど、かなり緊張しますね。ちょっとずつ塗って、離れてみて変化を見ながら木と向き合って、漆白木は制作してます。こうやって漆を塗って漆白木としてこうやって新たな命がなんかこう出来上がって、なんかこうもっとより深いものになるのかなって思うとすごい感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからどういった形で大きくしていきたいなとかってあるんですか？伝統技術だけじゃなくて、その先を行く新しいものとして、いろんな人に見てもらいたいなっていう気持ちはすごいありまして、海外の人にも日本の文化ってこういうふうにちょっとシックなんだけどちょっと新しいんだよっていうところを見てもらいたいなって思って、いつまでも忍者やちょんまげじゃないぞっていうのをこれからは新しい、これ知ってたら結構かっこいいですよね、広めていきましょう。はい、広げていきましょう。後日ゆうちゃんが漆を塗らせてもらった漆白木が完成。黒と青を塗り重ね、クールな中にも湧き上がるような力強さのある印象に。ゆうちゃんが塗ったところもいい感じです。さらに高山さんのもとには次の漆白木となる盆栽も。新しい盆栽の姿、漆白木。世界の皆さんチェックラウト。